今日は東京都の立川駅にやってきたのだ。 JR 中央線、青梅線、南武線、そして多摩都市モノレールが乗り入れる多摩地区最大級のターミナル駅なのだ。駅の周りはペデストリアンデッキが網の目みたいに広がっていて、頭上をモノレールが走る近未来的な景色です。でもこの立川、実は少し歩くだけで街のあちこちにアート作品が隠れていたり、広大な自然が広がっていたりするのだ。もともと米軍基地だった場所が再開発されて、商業エリアとアート、そして大自然がシームレスに融合した多面的な街になったんですよ。今日はそんな見どころだらけの立川を散策していくのだ。到着したのはお昼の13時です。まずは駅の北口側から散策スタートです。それにしてもすごい人の数なのだ。さすが大都会なのだ。改札の中もガチャガチャがいっぱい並んでいて賑やかだったね。そして駅を出てすぐ目の前にドンと構えているのが伊勢丹です。駅前の広場から伊勢丹やいろんなビルへペデストリアンデッキがつながってるのだ。このデッキの真ん中にひときわ目立つ赤い大きなモニュメントがあるのだ。アーチ状のオブジェだね。実はこれ単なるモニュメントじゃなくて、私たちが今歩いているペデストリアンデッキをワイヤーで吊り下げて支えるための大事な柱なんですよ。ただの飾りじゃなかったのだ。昔は水色だったそうですが、2013年に今の赤色になったんです。どんな色にするか市民から意見を募って決められた街の人が選んだ色なんですよ。実用的なのにアートっぽくて、すっかり街のシンボルみたいになってるのだ。ではまずはモノレールの立川北駅の方へ向かって歩いていきましょう。この辺りデッキの上にもアート作品がいくつも置かれてるのだ。歩いているだけで次々に出てくるので、つい足が止まっちゃいますね。デッキをそのまま進んでいくと多摩都市モノレールの立川北駅なのだ。屋根がぐるっとカーブしていて、いかにも近未来的なのだ。デッキと駅がそのままつながっているので、地上に降りずに乗り換えられるんですね。改札の前まで来てみたのだ。切符売り場の看板も駅舎と同じ黄緑なのだ。頭上を行き交うモノレールと近代的な駅舎の組み合わせはとっても絵になります。駅前を歩いているだけなのになんだか楽しい気分になってくるのだ。このままモノレールに沿って北側へ行きましょう。このモノレールの高架の下に続いている道、三々ロードがあるのだ。立川らしい景色が一番楽しめる道なので、ゆっくり歩いていきましょう。あそこに駿河屋を発見なのだ。秋葉原や池袋にしかないと思ってたのだ。こういうお店が駅前に構えているあたり、街の規模の大きさを感じるね。向かいには高島屋があるのだ。入っているお店がちょっと変わってるみたいですね。ディスカウントスーパーもあれば、カプセルトイの巨大なフロアもあるのだ。そしてデッキの下から北へ伸びているのが三々ロードです。エレベーターで下に降りましょう。モノレールの高架の下をまっすぐ道が伸びているのだ。幅40メートル、長さ550メートルの自転車、歩行者専用道路です。2003年にできた立川のシンボルロードなんですよ。頭上をモノレールが通っていくのがいちいちかっこいいのだ。欅が48本並んでいて、冬にはこの通り全体が60万球のイルミネーションで飾られるそうです。それはぜひ冬の夜に来てみたくなるのだ。あちらに巨大な赤い植木鉢がありますね。とっても大きいのだ。この辺りがファーレ立川というエリアで、街のあちこちにアート作品が埋め込まれているんです。36の国と地域から92人の作家が参加して109点が置かれているんですよ。109点、通りで見渡すだけでいろんなアートが見つかるはずなのだ。ガラスケースに入った自転車、あれもそうなのかな。その先の植え込みにはカラフルな衣装のアフリカの首長たちが並んでるのだ。脈絡がないようで、これも全部作品なんですね。さっき見かけたヘビみたいな模様のベンチもアートだったのだ。座れる作品もあるんだね。そういえばこの通り何かの撮影をしてたみたいなのだ。何を撮っていたのかは分かりませんでしたけど、ドラマの撮影っぽく見えました。この景色なら確かに使いたくなりますね。三々ロードの途中にあるのが映画館のシネマシティなのだ。ここは新しい方のシネマツーンなのだ。大手のチェーンではなく地元資本の映画館です。1994年にシネマワン、
その10年後の2004年にこのシネマ2がオープンしました。極上爆音上映ってのがあるみたいなのだ。名前からしてただごとじゃないのだ。音質を追い込んだ極上音響上映に重低音を足して生まれたのが爆音上映です。あ、隣のビル、屋上の縁に小さな女の子の像が立ってるのだ。あんなところにもアートがあるんだね。隠れミッキーならぬ隠れアートって感じ。この辺りはカフェが多いのだ。道沿いにずっとお店が続いてるのだ。道幅がたっぷりあるから外にテラス席を出せるんだね。木陰も多いし居心地が良さそうです。歩いてるだけでなんだかのんびりした気分になるのだ。サンサンロードの端まで来ると大きな建物が見えてきました。立川ステージガーデンなのだ。なんだか行列があるのだ。2020年にできた施設で約2500席のホールがあるんです。どうやら今日はイベントがあるみたいですね。この炎天下で並んでる人たち、本当にお疲れ様なのだ。何のイベントか気になります。調べたら立ちフェスという音楽イベントだったのだ。有名な方が何人も参加してましたね。さてと、次に向かうのは立川市中央図書館なのだ。図書館が好きなので近くにあるなら寄りたくなるのがこのチャンネルです。中央図書館だし結構大きいみたいなのだ。サンサンロードの隣の道にあるみたいなのだ。気になるアートを発見。金属のベンチなのだ。これ固定されてるのかと思ったら鎖で吊るされてるんですね。図書館が見えてきたのだ。ファーレ立川センタースクエアというビルの中に入っている図書館なんです。蔵書はおよそ52万点、市内最大の規模なんですよ。ビルの前にももちろんアートがあるのだ。道路の向こうなので連絡通路を渡っていきます。このまま2階から入れる作りになってました。図書館内も2階と3階の階段のところ、壁一面がレリーフになってたのだ。迫力がすごかったのだ。3階まで上がったらソファーのエリアがあったのでちょっと休ませてもらいました。棚は空間に余裕を持たせた配置になってるし、2階と3階は吹き抜けもあるし、雰囲気がいい図書館だったのだ。図書館を出てサンサンロードに戻ってきました。先ほどは外観だけ見て素通りしたグリーンスプリングスに行ってみましょう。おしゃれな入り口で気になってたのだ。エスカレーターで上がった先、いきなり大きなオブジェがあるのだ。何なのかはよくわかんないけどかっこいいのだ。噴水もあって水音が心地いいです。グリーンスプリングスは2020年にできた複合施設。ホテルやオフィス、ショップに広場まであって一つの街のようになってるんです。綺麗に舗装された道に水場にベンチにお店、雰囲気いいのだ。サンサンロードとは違った魅力があって、ここもすごくおしゃれなのだ。こちらにホテルがありますね。空のホテルというみたいですね。サンサンロードだけでも立川っていい場所だなって思ってたけど、そこからすぐ別の街並みもあるとか、立川の凄さを感じるのだ。お店も入店にハードルを感じる程度にはおしゃれだなって思ってた中、寿屋の看板があるのだ。駿河屋もあったし、実はホビー関連が充実してるのだ。寿屋って実は立川生まれの会社なんです。こういうのって大体秋葉原のイメージなのだ。先ほどのは寿屋の本社ビルで直営店も入ってるみたいですね。広場が見えてきたのだ。キッチンカーがたくさん並んでるのだ。芝生では子供たちが走り回ってて楽しそうです。その先に人がずらっと並んでるのだ。この先にあるのは先ほど立ちフェスで行列ができてたステージガーデンだね。歌が聞こえてくるのだ。それ目当てで人が集まってたんだね。中までは見えないけど雰囲気は味わえるもんね。キッチンカーのハンバーガーちょっと気になるのだ。迷いましたがこの後ご飯に行きたいお店があるので一旦我慢です。長い階段に水が流れてるのだ。たくさんの子供たちが水遊びしててすごく気持ちよさそうなのだ。こちらはカスケードといって長さが約120メートルもあるんです。ステージガーデンの上につながってるのかな。せっかくだしちょっと登っていくのだ。実はこのカスケードかつて立川にあった飛行場がモチーフなんです。一本道は滑走路をイメージしていて角度も実際の離陸の角度に合わせてあるそうです。そう聞くと大人でもワクワクしてくる階段なのだ。それに120メートルもあるから
てっぺんまで遠いのだ。思ったより高さがあってちょっと息が上がるね。いい景色なのだ。階段状のベンチもあって、ここで座って一息つけるのだ。奥にはカフェもありますね。登ってくるのは大変だけど、こういう場所子供は楽しくてしょうがないだろうなって思います。グリーンスプリングスを抜けて道路を挟んだ向かい側にあるのが国営昭和記念公園なのだ。こちら側はあけぼの口という入り口ですね。さっきカスケードを登った先で見えていたところだね。都内最大級の広さを誇る公園なんですが、この辺り一帯は無料で入れるエリアなんです。その先に有料エリアもあるんだけど、無料範囲もかなり広いみたいなのだ。今日は暑いし、ここまででもかなり歩いてるので迷いましたが、一旦行けるところまで行ってみましょう。昭和天皇記念館は残念ながら改装中なのだ。花緑文化センターが多分目の前の建物かな。ちょっと寄ってみます。エアコンがガンガン効いてて助かったのだ。自販機でジュースも買っちゃいました。最高酸っぱいレモンというのを買ったのだ。そこまで酸っぱくはないのだ。ごくごく飲める酸っぱさなのだ。橋を渡って先へ進みます。ほんと無料エリアだけでもかなり広いですね。橋の先から遠くに噴水が見えるのだ。あの手前にゲートがあるから、そこから先が有料エリアなのだ。開放感がすごい場所だね。歩いてて気持ちがいい。今日立川を歩いてて何度も思います。立川、いろんな場所がすごすぎなのだ。さてと、公園はここまでです。暑さと疲れでヘトヘトなので、そろそろお食事処に向かいましょう。ここからは一旦駅の方へ戻るのだ。途中に狙ってたお店があるんだよね。四つ角飯店なのだ。角煮と餃子が名物で、お昼はいつも行列ができる人気店らしいのだ。角煮がっつり系。写真を見ただけでもとても美味しそうでした。ボリュームもかなりすごそう。お店に着いたのだ。本日受付終了なのだ。残念。行列必至のお店だからもう終わっちゃったんだね。さっきのキッチンカーでハンバーガー食べときゃよかったのだ。今からでも戻る？駅近くまで戻ってきちゃったし、次の目的地にもう向かうのだ。道中良さげなお店があったら入るのだ。次は南口側へ向かいます。こちらの地下通路を通っていくんですね。壁一面に絵が描かれてるのだ。こういう場所もしっかりアートになってるんだね。この街、本当にどこもかしこもアートなのだ。子供たちが描いたのかなという雰囲気の絵だよね。気になる看板を見つけたのだ。飲めるカレー屋なのだ。やってないのかと思ったんだけど、どうやらこちらのお店は移転してるみたいですね。看板だけ残ってたっぽいのだ。そのまままっすぐ歩くことしばらく。ようやく諏訪神社に到着なのだ。緑あふれる参道ですね。想像していた以上に大きな神社で驚きました。立川っていろんなもののスケールが大きい気がするのだ。参道の先に立派な門、そして本殿まで見えますね。公認2年、西暦811年の創建です。1200年以上の歴史がある立川の総鎮守なんですよ。1200年なのだ。気が遠くなる長さなのだ。あれは門の両脇に何か像があるのだ。随神像ですね。弓と矢を持って神域を守っている神様の従者です。この像があるからこの門は随神門と呼ばれてるんですよ。言われてみれば矢筒を追ってたのだ。境内を歩いてたら変わった像を見つけたのだ。魚みたいな体に鳥みたいな口をしてるのだ。アマビエ像ですね。昔の言い伝えに出てくる妖怪で疫病退散の願いを込めて奉納されたそうです。隣には目の神様という祠もあるのだ。この水で目を洗うと良くなると昔から信仰されてきたそうです。神様と妖怪が並んでるとか変わった境内なのだ。駅前まで戻ってきました。さすがに疲れたのでカフェで一休みしましょう。伊勢丹2階にあるカフェクリムトにお邪魔するのだ。ペデストリアンデッキからそのまま入れるのだ。駅からすぐの場所なのに居心地が良さそうなお店だなと思ってたんです。注文したのはアイスシトロンカプチーノなのだ。シトロンが何なのかは分からなかったけど限定っぽかったので雰囲気で選んじゃいました。調べてみたら
みかんの仲間だったのだ。柚子に近い味がするのもそれで納得なのだ。柑橘系なんだね。爽やかな酸っぱさと甘さが絶妙ですごく美味しかったです。散策の疲れがすっと引いていくのだ。というわけで今日は立川駅の周辺をぐるっと一周してきたのだ。駅前はモノレールが走る大都会で、少し歩けばおしゃれなアートタウンと大自然、本当にいろんな顔を持ってる街だったのだ。街角のあちこちに隠れている路上アートも個性が光っていて、歩いているだけでワクワクする不思議な感覚の街だったね。いろいろ歩き回って最後はお腹ペコペコになったのだ。ご飯は結局食べ損ねたままなんだけど、そこで立ち寄ったのが JR の改札内にある焼きそば大阪キッチンですね。立川駅に着いた時から気になっていた焼きそばメインのお店です。外から見えた席が全部埋まってるくらい大盛況でした。いただいたのは人気ナンバーワンの豚月見焼きそばなのだ。濃いめの味でめちゃくちゃ美味しかったのだ。ところどころ軽く焦がしてあるのが香ばしさを引き立てて最高だったのだ。ネギとソースの組み合わせにトロトロの卵がバッチリハマってたね。紅生姜との組み合わせもやっぱり鉄板で大満足の締めくくりになりました。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。動画作りの励みになるのだ。